皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカが進めている対中包囲網、その成果について取り上げていきます。個別具体的な話としては、今回は、ファーウェイの衰退について取り上げます。ファーウェイはスマートフォンの世界シェアにおいて1位というまさに、この業界におけるトップランナーです。しかし、対中包囲網の制裁によって大きな変動を迎えています。この変動が一体何を意味しどうなっていくのかを今回は解説をしていきましょう。まずはスマートフォンのシェアに一体どのような異変が起こっているかニュースをご覧ください。世界スマホ出荷7月から9月期ファーウェイ首位陥落。アメリカ調査会社 IDC は2020年7月から9月期の世界のスマートフォン出荷台数が前年同期比 1.3% 減の3億5360万台だったと発表した。企業別シェアで首位だったファーウェイはアメリカ政府の規制で大幅減となり、韓国サムスン電子が返り咲いた。インド市場の好調で中国のシャオミが初の3位に浮上した。サムスンの出荷台数は 2.9% 増の8040万台。シェアは 22.7% と2四半期ぶりに首位に立った。インドで出荷台数が約4割伸び、全体を牽引した。低価格機種やオンラインを通じた販売が好調だった。シャオミは 42% 増の4650万台と大幅に伸ばした。インドと中国が好調で、シェアは4から6月期に比べて約3ポイント高い 13.1% になり、初めてアメリカアップルを抜いて3位になった。一方、ファーウェイの出荷台数は 22% 減の5190万台。シェアは4、6月期に比べ約5ポイント下げて 14.7% だった。アメリカ商務省の輸出規制を受けて、スマホの主要部品である半導体の調達が厳しく制限され、生産が落ち込んだ。主力の中国市場でも出荷台数が 15% 以上減り、シャオミなど競合に顧客が流れた。アップルも出荷台数は 10.6% 減の4160万台にとどまり、シェアは 11.8% で4位だった。高速通信規格 5G に対応した新機種 iPhone 12の発売が遅れたことが響いた。IDC は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当初は7、9月期の出荷台数を前年同期に比べて 9% 減ると見込んでいた。ただ新興国を中心に経済の再開が広がり、予想よりも需要の回復が進んだ。地域別では中国と西欧、北米が低迷し、インドやブラジルなどは好調だったという。ファーウェイがアメリカの制裁により最新の半導体を手に入れることができなくなっているという状況に対して、ファーウェイは次の手を打ってきています。ファーウェイがチップ内製、上海に工場建設計画、アメリカ制裁へ対応。ファーウェイはアメリカの技術を使わない半導体工場を上海に建設する計画だと、イギリス紙フィナンシャルタイムズが1日に報じた。売上ベースで中国最大のテクノロジー企業である同社は、アメリカの制裁強化を克服するための新戦略を練っている。FT がこのプロジェクトに詳しい複数の関係者を引用して伝えたところによれば、建設される工場では低価格帯の回路線幅45ナノメートルのチップ製造から開始する見込み。2021年末までにIoT 端末向けの28ナノメートルのチップ、22年の終わりまでには20ナノメートルの第5世代通信規格 5G 通信機器用チップを製造することを目指す。ファーウェイにはチップ製造の経験はなく、同工場は上海市政府が支援する研究会社上海 IC R&D センターが運営することになる。中国政府高官や共産党幹部は10月30日、次期5カ年計画で経済の自立強化を目指すことについて、革新技術の調達でどこかに頼ることはできず、自前の技術を構築する必要があると述べていた。ファーウェイはスマホ部門において世界シェア1位から2位へと転落しました。しかし、アメリカがファーウェイを叩く理由というのは別に、アップルより上に中国メーカーがいるからこれを叩こうという話ではありません。ファーウェイが制裁を受けているその大きな原因というのは、ファーウェイが次世代通信規格 5G の通信インフラにおいて大きなシェアを取ろうとしている。それが地球規模で取ろうとしていることにアメリカが大きな危機感を抱いたことが原因です。そもそも中国の大企業となるには中国共産党の目を逃れることはできません。人やお金といったものが入ることによって中国共産党の支配というのが表からは見えなくても裏では必ずつながっているというのが中国の企業の特徴の一つです。そして中国国内においては中国共産党の言うことは命令として聞かなければならないというのが法律で定められています。こういった条件があることによって中国のメーカーが世界でシェアを取るということが非常に危険視されています。今回の話で言えば
ファーウェイが 5G 通信網の通信機器局のそのインフラを整備し、その機器を導入した。その時点においては何の問題がなかったとしても、後々ソフトウェアのバージョンアップ時に罠を仕掛ける危険性があります。例えば通信内容について中国共産党が傍受したり、もしくは中国共産党の意図によって操作が可能な状態になるかもしれません。それこそ現在進んでいる米中冷戦があくまでも冷ややかな戦いだとしたら、ホットウォー、戦火を交えるような状況へと発展した時に、もしも 5G 通信網のそのインフラが全て中国企業ファーウェイに抑えられていたとしたら、中国共産党はファーウェイに命じて世界各国の通信網に混乱を起こさせるかもしれませんし、完全なシャットダウンを起こさせるようなこともするかもしれません。そういったサイバー攻撃の手段として中国企業がシェアを握るということは、将来における安全保障の問題を招くのです。そのためファーウェイを叩く手段として半導体について入手が困難なようにしました。これによって他のメーカー、例えばヨーロッパのノキアやエリクソンといった同盟側の企業が力を伸ばすことはアメリカにとっては安心の材料となるのです。なお、イギリスではこうした政治的な変化によってファーウェイの機器を最初は導入することが決まっていましたが、一転して排除することとなりました。この変化の時においては日本のメーカー NEC などがイギリスの市場へ参入することが叶うようになってきています。さて、ファーウェイのスマホ部門の話に戻りますが、最新の半導体を手に入れることがもはや叶わなくなった。これがまさに制裁の効果なわけですが、今後、ファーウェイがどうなっていくか。まず、最新の半導体が手に入れられなくなったファーウェイは、在庫分については最新機種に乗せて販売を続けていきます。しかし、最新の機種が販売が続けられるのはあくまでも今ある在庫の分だけです。ですからこれが尽きてしまえば一気にファーウェイは勢いを失います。そのため今後順位というのは1位から2位といった形ではなく、一気に順位を3位、4位、5位、6位と急激に下げていくことが予想されています。そのような状況に陥る前に、ファーウェイはスマートフォン部門を他の中国メーカーに売却するのではないかといった予想すら出ているのです。ただ皆さんは私の話を聞いて一つ疑問に思ったはずです。たとえファーウェイのスマートフォン部門がそうやって終焉を迎えたとしても、他の中国メーカーが1位へと成り上がったとしたら、それは何の意味もないのではないかという疑問です。例えば今回の話で言えば、ファーウェイが没落することによって韓国のサムスンが1位となりました。そして中国メーカーのシャオミが伸びてきたということが示されています。他に中国メーカーのビボなども当然シェアを伸ばすことでしょう。しかし、間違いなく意味はあります。まず第一に韓国のサムスンが1位となったのはまさに棚ぼな出来事であり、今後もこの勢いというものがどこまで続くかといえば、それはあくまでもファーウェイから他のメーカーへとバトンタッチするためのその感激を縫った出来事に過ぎません。例えばファーウェイがそのスマートフォン部門の売却をシャオミにしたとしましょう。そうなれば中国市場においてはシャオミがダントツの1位となります。韓国のサムスンは中国市場においては非常に弱く、もはやシャオミに数えることはできないでしょう。ですから、現在は3番手のシャオミが1位へとのし上がるという可能性が出てきています。そしてここで大事なのは、たとえシャオミがスマートフォン市場において世界シェア1位へと成り上がったとしても、アメリカにとっては大きな脅威ではありません。なぜならば、ファーウェイと違ってシャオミは 5G 通信網についての基幹技術を持っていないからです。そして一方でファーウェイはスマートフォン市場というものを失うのですから、資金力が大幅に落ちます。世界中でスマートフォンを売って利益を得ていた、その利益というものを研究開発へと回していたわけですが、大きな収益の柱というものがなくなれば、今後の成長に大きな弊害が出ます。なぜならば、今私は第5通信規格 5G の話をしているわけですが、これで通信規格が終わりなわけではありません。当然のようにさらなる次世代通信規格 6G というものが存在し、世界各国でこの 6G に向けての研究開発というのが行われているのです。しかし 6G の開発に向けては当然のように莫大なお金と人の投入というものが欠かせません。スマートフォン市場を失ったファーウェイにおいて最新の半導体も外部から調達できない。だからこそ2つ目の記事で紹介したように自分たちで何とか半導体を作ろうと動き始めているわけですが、これは大きなハンデとなります。最新の半導体を作るには非常に大きなお金もかかりますし、技術も必要です。ですからありとあらゆる面で他のメーカーよりも遅れを取ってしまうものです。ですからアメリカがファーウェイを叩いた理由、通信規格 5G 規格においてファーウェイがシェアを取ってしまうということを
防ぐために制裁を行った効果というのは十分に現れ、そしてファーウェイが競争力を失うことによって第6通信規格においてもファーウェイの力が及んでこないであろうということを見越しているのです。ただし、ここで一つ注意点があります。ファーウェイを締め上げるにしても非常に時間がかかります。ファーウェイはアメリカからの制裁を受けるということが分かってから、台湾の TSMC に最新の半導体を大量に発注し、それによって在庫をある程度確保しています。もちろんこの在庫というものが新たに調達できないのですから使い切ったら終わりなわけですが、しかし、この使い切るまでにはまだ来年の半ばまでがかかるのではないかと言われています。ですからそれまでに政治状況が大きく変化して最新の半導体を再び調達するようなことができればファーウェイは息を吹き返すことができるのです。そしてここに大きなポイントがあります。それは今まさに行われている大統領選挙によってこの政治状況が変わるかもしれないということです。もしもここで大統領が変わり政策が変わることになれば対中包囲網の政策というものが緩和される可能性があります。これこそまさに中国が願ってやまないことであり、中国が再び勢いを増すという危険性のある出来事なのです。そういった意味で今回はファーウェイの衰退没落についての話をし、アメリカの対中包囲網の成果が出始めているという話をしたわけですが、これはあくまでも現在の政策が続くということを前提としています。対中包囲網が継続的に行われ、それによって中国企業の勢いが抑え込まれれば、当然のように日本企業にとってビジネスチャンスは広がります。ですから、アメリカで行われる大統領選挙というのは日本企業の未来にとっても非常に重要な出来事なのです。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。